うだるような暑さを和らげようと、必死に量を与えんと頑張る水五郎を横目に、本日もエメラルドをやっていきます。水五郎もよう頑張っとる。そうですね、うなさん。前回の最後の方で、無事に一つ目のジムを攻略できたので、このままサクッと進めていきたいところですが、ここで残念なお知らせが一つあり、この後にまた乱数調整があって、その乱数調整は、水五郎の時とは比べ物にならないくらいに長くて、操作も難しいものになっているので、このジムをクリアできても手放しで喜べず、むしろ、ここから先の方がジム戦と言っても過言じゃありません。どう考えても過言だよ。それで次の乱数調整は何をするの？はい、次にする乱数調整はですね、ケイシーとツバメをここの草むらで捕まえるものになっています。それでここの乱数調整は、リセットしてからだいたい10秒くらいでゲームを開始して、カナズミシティの BGM が聞こえてから歩き出し、3歩目くらいで走り出して草むらに入ります。それで成功した場合は、1匹目にケイシーが出てきて、次のエリアの草むらにツバメが出てくるようになります。たとえケイジーとツバメが必要だからといっても、この乱数調整は酷だねキリタン。リセット。おい。まあ最初はこんなもんですようなさん。そんなにうまくいかないのがこの RTA ということです。それにケイシーとツバメが手に入れば、このくらいのロスが気にならないくらいに快適な旅になるので、安心してください。移動だけでも慈悲がある分優しいけど、ケイジーってことは、もしかしてあれを使うのかキリタン。リセット。おい。ご明察ですうなさん。空を飛ぶが使えるまではケイシーを使って移動するので、そのためにケイシーを捕獲します。まあ3度目の正直ってことで、次あたりで2匹とも出てきてくれるでしょう。ねえキリタン3度目の正直でも出てこないとなると、いよいよ何かが足りないと思うんだけど、どうするのこのまま失敗し続けたら。そうですねうなさん。そろそろ成功させないとまずいので、乱数調整を成功させるためのコツを教えましょう。コツがあるなら最初から実践すればよかったじゃないか。それでそのコツってやつはどんなものなの？それはですね、ポケモンにする乱数にポケモンしか持たない感情を入れること。敬愛、崇拝、愛恋。そして隠し味は罪悪感。デビルハンターを呼んでくればいいのかなキリタン。冗談ですようなさん。ポケモンと触れ合うときは、敬愛とある程度の崇拝くらいしか持ち合わせなくて大丈夫です。キリタンは今回の RTA に対して罪悪感も持とうね。罪悪感なんて気にしていたらゲームを楽しんでできないので、そんなものなんて持たずにのびのびとやれば、ケイシーとツバメもそれに応えて出てきてくれるので大丈夫ですようなさん。まあこの通り乱数調整がうまくいけば、最初の草むらでケイシーが出ますが、一発でケイシーを捕まえないとテレポートで逃げてしまって、本当にまずい展開になり、それだけは嫌なので、それっぽい動きをして、なんとなくスーパーボールを投げて捕獲します。バッグを開いてからの動作に何の意味があるのかはわからないけど、ケイジーを見つけてもまだ勝負が続いているのはあんまりだよキリタン。そうですねうなさん。それだけここの乱数調整が難しいということですよ。最悪、ケイシーがいればツバメの代わりは後で調達できるので、この後の草むらでツバメが出てこなかったとしても問題はないです。確かに空を飛ぶを使えるポケモンなら、この先にも出てくる場所があるから大丈夫なのか。まあそういうことですね。でもここでゲットできた方がいいことには変わりはないので、次のエンカウントでツバメが出てくるに歌教員の魂をかけます。勝手に歌教員を巻き込むな。ツバメが出てきてくれれば丸く収まるので問題ないですようなさん。あ、ツバメが出てきてくれたので、この RTA と歌教員が救われました。RTA は別にあれだけど、知らないところで勝手に巻き込まれた歌教員に被害が及ばなくてよかったよ。そんな悲しいことを言わないでくださいようなさん。ここでツバメを捕まえた後は当分乱数調整をする場所が出てこないので大丈夫ですよ。何が大丈夫なのかはわからないけど、結局ツバメも1回で捕まえることができていないじゃないか。まあまあ次で捕まえることができるので大丈夫ですよ。私にかかればこの程度の乱数調整は造作もないですね。さて、ケイシーとチューリを仲間にできたことですし、ストーリーを進めていきましょう。ハイラル地方に帰ろうかキリタン。失礼しましたうなさん。チューリじゃなくてツバメでしたね。気を取り直して、そろそろ RTA の説明をしないとダメな気がする。逃げたら1つ、進めば2つ。おい心の中の彗星をちらつかせるな。非常にまずいことが起きました。油断しているからだよ。確かに油断していたのは事実なので、グーの音も出ませんで、
それでここの戦闘は本来意図していた戦闘とは違う形の戦闘になってしまったので、リセットをするか検討に検討を重ね、検討を加速させ、幅広い対応策も考えたのですが、今回はリセットしないという決断を団長の思いで下しました。それっぽい言葉を並べているだけで、本当はリセットする気なんて最初からなくて、もう一回乱数調整をするのが面倒だから、リセットしないんでしょキリタン。うなさんは何でもお見通しですね。乱数調整にかかる時間と、ここのダブルバトルの戦闘時間を天秤にかけた結果、天秤が微動だにしなかったので、私が独断で決めさせていただきました。それで予定になかったアンハッピーセットなダブルバトルの戦闘を勝利したので、ようやくストーリーを進めることができます。ここから先は特につまずくところもないから、サクサク進むねキリタン。そうですねうなさん。動画が再生されてから7分も同じ場所にいる異常事態となったのは誤算でしかありませんが、先ほどデボンの荷物をアクアダンに盗まれた社員と比べれば、この程度のロスはどうということもないので大丈夫ですよ。比べる対象があんまりだよキリタン。それで、あれだけ苦労してさっき捕まえたケイシーがいると、どのくらい移動が楽になるのか教えてよ。まあ見ていればわかりますが、例えるなら、ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・キングダムで、縦ロケットとトーレルーフを足して2で割ったものに加えて、RTA 上でテレポートを使うたびにミルクパズルの最後の10ピースを順番に1回も間違えることなくパズルの穴を埋めていくような心地よさを毎回味わうことができます。ゼルダのところ以外伝わりづらいよキリタン。そればかりはどうにもなりませんねうなさん。多分このパートではそんなに感動できるようなテレポートをお見せすることができないので残念ですが、パート3とパート4はかなり気持ちのいいテレポートをお見せできますので楽しみにしておいてください。そういうことなら楽しみにしておくよ。それでまだ水ゴロウが進化していないけど、一体いつ水ゴロウは進化する予定なの？そうですね。チャートによればこの山男戦が終われば進化するみたいなので、この戦闘が終わると沼九郎さんにフォルムチェンジしますよ。可愛い水ゴロウの後ろ姿を見ることができるのもこれで最後なのか。そういうことになりますが、強力な力にはおいおい水ゴロウもそれっぽい雰囲気を感じ取って心の準備までしてくれていたのに、進化できなかったせいで恥ずかしくてどこかに行ってしまったじゃないか。まあまあそんな日もありますようなさん。例えば急に転校が決まって送別会までしてもらったのに、実は転校するという話は自分の勘違いで、そもそも転校なんてものは最初からなく、そのことを送別会から帰ってきてから知り、恥ずかしい思いをしながら翌日も転校するようなことは現実世界でもよくある話なので、水ゴロウさんもそんなに気にしない方がいいですよ。また適当な話をして、今キリタンが言ったことは現実世界ではほとんどない話だから真に受けないでね水ゴロウ。それとしれっと戦闘をしているけど、ここでトレーナーと戦うより適当な野生のポケモンを倒した方が早くレベルを上げられるんじゃないの？確かにその通りでしかないので、これはただのミスになります。それでようやく沼九郎に進化しますが、この時代の沼九郎はリメイク版の沼九郎とは違い、感情がまだ残っていて可愛いので、進化して見た目が変わることによる心理的影響もそこまでないので、安心して進化させることができます。確かにリメイク版の沼九郎はちょっとあれだったよね。今のこの沼九郎のまま 3D グラフィックとして書き起こされて欲しかったね。そうですねうなさん。まあリメイク版の沼九郎も趣があって悪くはないので、リメイク版の沼九郎のことは嫌いでもポケモンのことは嫌いにならないでください。それで今覚えたマットショットですが、こいつの命中率も体当たりと同じ95なので、肝心なところで外す信用のない技ですが、技自体は強いので憎めないやつです。キリタンは命中率が100より下の技を信用していないのか？そうですね。あまり良い思い出がないので信用はしていません。それでこの後はデボンに行って、さっきアクアダンから回収した荷物をどうのこうのしたりするので、本格的な戦闘とかストーリーに動きがあるのはカイナシティに到着してからなので、飛ばしたい方は16から17分あたりまで飛ばすとその辺になります。その後はだいたい20分くらいのところまで飛ばせば、このパートにおけるラスボス戦が始まります。確かにこの後はほとんど移動しかしないから仕方ないね。そうですね。まあ倍速しながらやることも考えたりしたのですが、 BGM と雰囲気が相まってちるいものになっているので、ストーリーの話でもしながら進めていきます。それで今はさっきレボンの荷物を取り返してお礼に何かくれるとのことでレボンに来たのですが、あろうことかまた頼み事をしてきたので、その依頼のためにムルまで行って大悟に手紙を渡した後にカイナシティにイレクスノキに荷物を届けに行きます。ちなみに再配達は RTA の時間の都合上許されません。というよ
り別のフロアに普通にレボンの社員がいるんだから、あの人たちに届けさせればいいのにね。確かにそれも一理ありますが、先ほどのようにまた荷物が奪われるくらいなら、主人公に頼んだ方が安全に届けられると判断したのでしょう。この判断の速さには、鱗滝さんは喜んでいます。それで、先ほどお礼でもらったポケナビの使い方を教えてもらうと、この金積シティでやることもなくなり、この先ここに来ることもないので、これで金積シティも見納めになります。そしてようやく、この動画の序盤で頑張って捕まえたケイシーの出番が来ます。キリタン、やるんだな、今ここで。ああ、勝負は今、ここで決める。うまくいきましたね。この後はテレポートの酔いも冷めぬまま、若干の吐き気を残しつつ、このまま買い物をします。それで、さっきツツジからもらった岩石封じを売り払って、財布が潤えば買い物スタートです。ツツジの気持ちを考えたことはあるの？考えたことはないですが、ツツジは多分許してくれますよ。それでここで購入するものは、スピーダーが2個、プラスパワーが3個、穴抜けの紐が1個、虫除けスプレーが6個になります。おい、二進法で頼むのやめろ。うなさん、ここのおばあちゃんは理系のおばあちゃんなので大丈夫ですよ。何も大丈夫じゃないよ、キリタン。店員さんの迷惑になるから普通に注文しなよ。というか、普通に買い物ができているってことは、やっぱり理系のおばあちゃんだったんだね。そうですよ、うなさん。何か惹かれ合うものを前回来店した時に感じたので、今回試させていただきました。それでこの後はクルーズするので、その道すがらに、先ほどトウカシティに行くために使用したテレポートを用いた移動の利点について話します。テレポートの利点を話す前に、この先になぜかライバルの勇気がいて、彼との会話をいつもの調子で連打していると戦闘になります。戦闘になれば多分勝てないので、絶対に戦ってはいけません。ライバルとの戦闘が選択式って結構珍しいね。確かにあまり見たことはないですね。それで今からピーコちゃんを助けてお礼の船に乗って、室まで行きます。これがさっき話していたクルーズか。確かにまだ波乗りが使えないから船で行くしかないもんね。そうですね。波乗りが使えるようになるのはまだ先の話になります。多分パート4くらいで波乗りを覚えた沼九郎がビッグウェーブに乗っていると思うので楽しみにしていてください。それで今から室に着く前に、先ほどライバルに邪魔されたせいで説明できなかったテレポートを用いた移動の利点について話します。その利点は、テレポートを使って移動した場合、金積シティに来るまでに無視してきたトレーナーを全部カットしてトウカシティまで一瞬で戻ることができ、大幅な時間の短縮になるので、今回はテレポートを使って移動をしています。で、室に着いたので、ここに到着して最初にすることは、シルクのスカーフをもらいに民家に行くことです。シルクのスカーフは使う場面が来た時に説明するので、今はここでシルクのスカーフをもらうということだけ覚えておいてください。シルクのスカーフのことは別にあれだけど、船に乗っている時に船尾から連絡が来ていたけど、いつの間に連絡先を教えていたの？あれはデボンの社長がパパに教えていたみたいですよ、うなさん。それと私のポケナビの番号がどこかにさらされていたりして、誰でもかけ放題になっているというわけじゃないので、安心してください。そういうことならよかったよ。それで今から大悟に手紙を届けに行くんだろうけど、ここはフラッシュなしでも大丈夫なの？キリタン？おい、エコーロケーションしながら進むのやめろ。失礼しました、うなさん。フラッシュがまだ使えないせいで洞窟内が暗いままで、このままだと大悟のいるところまでの道がわからなかったので、エコーロケーションを使わせていただきました。どうしてこの洞窟の構造を覚えていないのかわからないけど、普通は覚えてくるものだよ、キリタン。まあまあそんなことは言わないで。無事に大悟のいるところに来ることができたので、内容はどうであれ、結果的には地図を覚えていなくてもどうにかなるということが確かめられましたね。そんなことをわざわざ RTA の本番で確かめるのやめなよ、キリタン。本番でやるからこそ意味があるのですよ、うなさん。この RTA は時間とも戦っていますが、それ以外にも絶え間なくストレスが溜まり続けていて、そのせいで慢性的なセロトニン不足に陥っているのが、今の私の現状です。そこで時折、不安や恐怖の感情をスパイスとしてゲーム内に加えることによって、脳内でノルアドレナリンが分泌され、ノルアドレナリンのおかげで一時的に集中力を高めるということをやらないとやってられないので、そういうこともあって、あえて曖昧に覚えている箇所を用意しています。何も考えないで適当にやっているくせによく言うよ。
そもそも RTA なんだからわざわざ変な足付けをしなくても元から難しいところが用意されているんだから、そういう場所をクリアしていけばキリタンの返答体も不必要な不安や恐怖の処理をせずに済むから、 RTA とキリタンの双方にとっていいことしかないと思うんだけど。もしかして普段素人質問から始まる枕言葉で質問をされている人ですか？そんな言い方の質問をするわけないでしょ。それにそんな枕言葉はそういう場ではもう使われていないと思うし、使っている人はネタで言っている人だけだよキリタン。それにそんな枕言葉を使わなくても直接聞きたい箇所を質問すればいいだけだからね。その通りですねうなさん。少し関係のないことを話しすぎたせいで、いろいろと説明しないといけなかったことを説明することができていなかったので、今からまとめてやっていきます。それで先ほど室タウンのジムを無視して進んだのは、あの場面でジムに挑戦しても絶対に勝つことができないので、無視して進めさせていただきました。ですが室タウンにはもう一度来る機会があり、その時にちゃんと戦うので、バッジの数が8個未満の状態で四天王に挑む暴挙を起こすことはないので安心してください。しれっと無視していたから忘れていたのかと思ったよ。それで今からアクア団の下っ端と戦闘が始まるけど大丈夫なのキリタン？大丈夫ですようなさん。ここの戦闘は水五郎のままだと素早さが負けていて厳しい戦闘になりますが、沼九郎に進化していれば素早さも勝っていて、それに加えて強い技も持っているので、よほどのことがない限り負けることはありません。だから沼九郎に進化させるために色々と戦闘をしていたのか。それとさっきもらってた柔らかい砂は沼九郎に持たせなくていいのか？そうですね。確かに柔らかい砂は持たせないとダメですが、普通に忘れていたので持たずにやっています。それで次の戦闘は真面目にやれば勝てるのですが、負けようと思えば負けることもできる戦闘になっています。というのも、このズバットは超音波を持っていて、それが沼九郎に当たって混乱すると無限の可能性が待っているので、それが唯一の負け筋ですね。おいおい、唯一の負け筋を引いちゃってるよ。自覚が足りていないということでしょう。ですが、沼九郎が攻撃を当ててくれさえすれば何も問題はないので、あとは彼を信じるのみです。またお祈りゲーミングか。そういうことになりますねうなさん。それで次に出てくる相手のキバニアとこちらの沼九郎は素早さが同じなので、攻撃の順番はランダムになります。そしてここから先の戦闘は相手のキバニアの噛みつくによるひるみも警戒しないといけないので、かなりしんどいものになると予想されます。ズバットの超音波のせいでここまできつい展開になるとは思わなかったね。そうですね。混乱等の状態以上にはそれだけ可能性があるということですようなさん。でもここで万が一沼九郎が倒れても、先ほど拾った元気のかけらという保険を使うまでもありませんでした。それにしれっと急所にも当てたりして、彼は見せ場を作りたがるエンターテイナーとしての気質もあるのかもしれませんね。エンターテイナーじゃなくて RTA のチャートの戦闘を頑張ってやっているいい子だよ沼九郎は。確かにそうですねうなさん。沼九郎さんは私たちのピンチをいつも救ってくれるヒーローみたいな存在なので、存在に扱わないようにしないといけませんね。ご視聴ありがとうございました。勝手に終わらせないでくださいようなさん。まだやることがこのパートにはあるので、先ほどの発言が気に食わないのでしたら撤回させていただくので、もう少しだけこのパートに付き合ってください。別にいいけど、撤回したところで発言した事実をなかったことにはできないんだから、もう少し慎重に喋ってほしいものだよ。確かにその通りですね。そういえば哲学者のジョン・ラングショー・ウォースティも、言葉はただ事実を記述するだけでなく、言葉を語ることがそのまま行為をすることになるケースがあるとか、そんな感じのことを言っていた気がするので、言葉が聞き手に対して与える影響というのも考慮しないといけませんね。それってスピーチアクト理論とかいう名前の理論じゃなかったっけ？合っていますようなさん。それとこの理論は、話し手と聞き手の力関係がワンピースのゾロとミホークの初戦くらい圧倒的な力の差がありますが、私たちが普段何気なくやっている会話は大体この理論を元にやっているので、例えば強い言葉を使った人が弱く見えるのも理論通りということになります。それで今からポケモン大好きクラブの2人と戦います。ここにいる2人はプラスルとマイナンしか出さないので、戦闘自体は楽ですが、この先に行くには避けて通れない戦闘なのでちょっとだけ面倒です。そういえばプラスルとマイナンってよくセットで描かれたり
ダブルバトルとかでも一緒に出てきたりするけど、この2匹って兄弟とか他の何かのくくりがあって一緒にいるの？そうですね。確かに見た目は似ていますが、プラスルとマイナンは同じ種族でもなく同じ進化系列でもないので、何かのくくりで2匹が一緒にいるというわけじゃなくて、ただ相性が良く仲がいいだけで一緒にいるらしいです。ちなみにマイナンの方がちょっぴり防御力が高いそうです。そうなんだ。マイナンの方が防御力が高いってことを知らなかったよ。ということは、プラスルにも何か特徴があったりするの？はい、もちろんありますよ。プラスルは攻撃と特攻がマイナンより高くなっているそうです。ですが、基本的にはマイナンもプラスルも愛がメインなポケモンなので、どこぞの黄色の主人公やポケモン WCS で世界の頂点に立ったリストは違い、そこまで対人戦には向いていないので、普通に可愛がってあげるだけにしましょう。それでこの後は皆さんのトラウマの一つでもある橋の下でのライバル戦です。まあ、ほとんど負けることはないのですが、たまに負けることもあるので、レポートを書きます。ほとんど負けることがないって言っておきながら、今まで5回も負けているんだな。そうですね。ですが負けるときは、大体こちらの運が悪くて負けているので、そんなに悲観的になることがないですよ、皆さん。そうだったね、キリカン。この RTA におけるトレーナーとの戦闘だけは運要素が強かったね。まあそうですね、うなさん。トレーナー戦だけは殿堂入りまで厳しい戦いを強いられることが多いので、毎試合祈るしかありません。それでこのライバル戦は、最初、沼クロウのバフをかけるところから始めます。それでできれば、相手のマグマックは火の粉じゃなくて、あくびをしてくれれば、沼クロウがやけどをするかも、という心配をしなくて済むので。リセット。おい、なんでリセットしたんだ？さっき拾った何でも直しを使えば済む話じゃないか。まあまあそんな声を荒げないで。何でも直しを使うよりもリセットしてやり直した方が早いので、脳幹ですようなさん。それに、そもそも火の粉で火傷になる確率の方がレアなので、気にせず次のライバル戦をやっていきます。で、先ほどは不慮の事故のせいでバフの説明ができなかったので、その説明をしますと、沼クロウにかけるバフは、プラスパワー2つとスピーダー1つで、これを使わないとマグマックを倒した後に出てくる、化け物に勝つことができないので使えますが、バフをかけたからといって、必ず倒せるというわけでもないので、緑の悪魔を倒せるかどうかは乱数次第になります。ほんと、大変な RTA だな。まあそうですね、うなさん。今回も、ありえない確率。ヤムチャが天下一武道会で1回戦を突破した時くらいありえないよ。おい、オタク特有の早口やめろ。失礼いたしました。驚きのあまり、オタクとヤムチャが出てしまいました。驚いてそれが出るのはどうかと思うよ、キリタン。確かにそうですが、マグマックがあくび以外の行動をとってくるということを想定していなかったせいで、こちらが理不尽を押し付けられた形になったので、私と沼クロウが驚くのも無理はないですよ。で、ようやく第一関門のマグマックを突破できたので、あとはジュピトルにマットショットを当てて、HP を6割くらい持っていってくれれば GG です。ねえ、キリタン。沼クロウに柔らかい砂を持たせていないから、マットショットを1回当てただけじゃ、そんなに HP は減らないんじゃないの？確かにそうですが、沼クロウはマットショットで相手の素早さを下げることができ、そのおかげで2回マットショットを打つチャンスがあるので、2回のうち1回でも高乱数を引けば、ジュピトルを倒すことができる。人はいつか必ず死ぬということを思い知らなければ、生きているということを実感することもできない。存在と時間じゃなくて、ハイデガーでごまかすのやめろ。失礼いたしました。それと、マグマックとの戦闘の際に大事なことを話しそびれていたので、その話を今からしますと、沼クロウが眠らされた後は、沼クロウの HP と相談しながら、泥かけを連打しておかないとダメで、その理由は、このゲームはなぜか状態異常中でも、状態異常になる技を打ってくれるので、何でも直しを使わずに沼クロウが自然に目を覚ますまで待った方が、安全にジュピトル戦につなぐことができるからです。安全にジュピトル戦まで来ても負けたら意味がないでしょ、キリタン。それに柔らかい砂を持たせていればさっきの段階で倒せていたと思うのだけど。そんな正論を言わないでくださいよ、皆さん。人間は誰しも間違い。そうかそうか。つまり君はそんなやつなんだな。エーミールでごまかそうとするな。それにエーミールなら1回でライバルを倒しているよ。そうですね。確かにエーミールなら1回でライバルを倒すことができるかもしれませんが、彼はどうかの森でケムッソを捕まえることに夢中になり、ここまで来ることができるかも怪しいですよ、ルナさん。で、エーミールじゃないキリタンは、今回のリセットでライバルに勝つことはできるの？はい。
今回は勝てますよルナさん。なぜなら、この戦闘からはプラスパワーを余分に使っているので、バフだけでジュピトルを倒すことができ、そのおかげで乱数を気にしなくてよくなりました。ですが、沼九郎が技を外せば負けるので、沼九郎が技を当ててくれるように祈りましょう。またお祈りゲーなのか。はい。それくらいしか私たちにはできることがないので、仕方ないですよルナさん。このくらいの HP まで減ると、次の攻撃でジュピトルを確実に倒すことができるので、良かったです。で、このアローラヨッシーの次に出てくるかヘッカヘッカ編は、ヨッシーとは違って楽に倒せるので、この時点で GG です。おい、あまり適当なことばかり言うんじゃないよ。ジュピトルはヨッシーじゃないし、キャモメはジブリの新作映画のあれでもないんだからさ。失礼しました。ライバルの手持ちの最後のポケモンである、このキャモメを倒せば苦戦したライバル戦も終わり、キリがいいのでパート2はこの辺で終わりにしようと思うのですが、どうでしょうかうなさん。まあ、このまま続けても中途半端なところで終わってしまうから、パート2はここで終わってもいいと思うよ。それと、苦戦したのはキリタンのミスのせいだからね。そうでしたね。では、パート2はこれで終わりにしましょう。ご視聴ありがとうございました。